Hello everyone, this is Colin's channel. 今から飛行機に乗ります。シンガポールからロサンゼルスまで18時間半のフライトです。現時点朝の9時ぐらい、とてもお腹が空いています。機内食がすでに待ち遠しいです。さすがって感じ。というわけでそろそろゲートに向かって乗ろうと思います。ワクワク。免税店でクッションファンデのリフィル買おうとしたけど、スタッフさんが誰もいなくて、近くの人に聞いても知らないって言われました。なんちゅうサービス。迎えに来たのにショックだわ。免税だから普通に買い物しようと思ったけど、久しぶりこの感じ。私本当に飛行機に乗るのって信じられないです。スーツケースもパンパンにぶち壊れる寸前まで詰めたんでちょっと心配なんですけど、シンガポール最終日は以上となります。2年ぶりに始まりました機内密着動画です。ちょっと緊張しておりますが、久しぶりのこの感覚、ワクワクの方が勝っております。そしてアナウンスを聞いて私は感激を受けております。英語では Good morning ladies and gentlemen っていうなんかトーンが変わってて、それが面白いなっていつも聞いております。私のシートはプレミアムエコノミーで、前回アメリカからシンガポールに来た時の往復の片方を使っております。そして離陸とともに私うるっと来ちゃう人なんで、ちょっとうるうるしてました。さよならっていうのとやっていけるかなっていう不安がありましたが、数秒後は映画見てすっかり忘れております。こちらはルパンの娘の映画を見ております。日本の映画はあんまりシンガポールで見られないので、こういう時にチャンスをつかんで見ています。マスクつけての飛行機かと思いながらじーっとぼーっと大きなヘッドセットで見てます。そしていよいよ朝ごはん兼昼ごはんが来ました。シーフードホーファンっていうヌードルです。完全にシンガポリアングルメですね。ヌードル系は当たり外れあるんですけど、ほぼ当たりのことが多く、機内だと食べ物って柔らかくなりがちなんですけど、もともと柔らかい食べ物を頼めばいいかって思って大変美味しくいただきました。このフライトの中で一番美味しかったご飯といっても過言ではないです。また映画をぼーっと見ながらパクパク食べてます。朝の便だったから朝と昼出てくるかと思ったけど、一食しか出てこなくて、その後またぐちぐち言ってますね多分。シンガポール離陸前の最後の3日間の密着でこちらの注文しているシーンがあったんですけど、その通りの食べ物が来ます。残り4時間43分、半分以上残っております。お手洗いにあった歯ブラシを借りて歯を磨いて、また休憩モードっていうか休憩しかしてないけど、ちなみに周りは満席でした。意外と眠いなと思いながら我慢して起きてます。普通みんなここで寝るんだけど、私は我慢して起きてます。なぜかというと、時差ボケになったら次の日の予定が狂ってしまうからです。多分機内で眠気を我慢してるの私だけだったと思う。頭おかしいよね。そしてダイソーで買った数読をひたすらやってます。もうほぼ寝てます。ここ眠いんだけど寝ないようにしてるからカメラ回してます。ここは頑張って起きるぞと。飛行機が安定したので編集に取り掛かります。シンガポールから東京までは約7時間なので、あと3時間残りって思いながら、またお腹空いたからもらったポタポタのおせんべいを食べてます。家から持ってきました。どうせ機内食出るからそんなに持ってかなくていいやと思ったけど、もう出ない。持ってきてよかったポタポタ焼きをバリバリ食べながら編集カタカタやってて、隣の人からしたら迷惑かもしれないですねでも割と静かだったんで大丈夫です。編集する時に隣の人になんかじっと見られるんですけど、恥ずかしくって、でも最後の最後に通訳してたのかって聞かれて、そっか日本語と英語のテロップ打ってたなって思いました。こちらはイロハマートで買ったローズネットクッキー、ドーナツ的なクッキー的な。カロリー高いからお腹いっぱいになるかなと思ったけど全然なんなかったです。食べるか映画見るか寝るかだったら、せめて何かプロダクティブなことやろうと思って編集してたんですけど、編集も机使うからずっとはできないんですよね。だからだいたい食べてます。なぜか超お腹すく。空の上だからか胃袋がリセットされるのかもしれません。諸説あり。残りあと少しです。間もなく成田空港に到着します。皆さん爆睡中。
ルパンの娘を見終わったので、そしてバトンを渡されたを見ます。こちらは本を読んでいたので、やっと映画も見ることができて嬉しいです。不足のお供に見ております。こちらは成田空港、夕方ぐらいに到着しました。ここが日本なんだと全く実感がないまま到着しました。日本にめっちゃ行きたいのに出られないっていう悲しさと、この殺風景な通路をひたすら延々と歩いていって、哀れだなって思います。まさかの日本の食べ物があるけど行きません。マジでショック。なんもない。エンオブパワーも、しかもスタッフさんが日本語話してるのすごい違和感。つまんな。とりあえずトイレだけ行きました。お店は何もないです。でも足動かせたからそれはいいかな。水没収されてめっちゃ喉乾いてるし、お腹空いたし、最高。すいません、死んだむくんだ顔で。成田空港で1時間ほどピーチクパーチク言いながら麦茶飲んでいましたが、いよいよもう一つの便、ロサンゼルス行きの番です。なんかビジネスに動かされたからアップグレードと思ったら麻薬検査に引っかかっただけでした。抜き打ちだね、抜き打ち麻薬。いつも私当たっちゃうのよ。無事飛行機に乗ることができました。こんなに待つなら最初にあったアイスの自動販売機でアイスクリーム買えばよかったなとずっと思ってました。そして出てきた食事が2つ目のハンバーグです。親に3食も機内で済ませんかってめっちゃ驚かれたけど、そんだけフライトが長いんですよ。右の方に男の子が座っていて、ティーネイジャーだったんですけど、食欲旺盛だろうとみんな思ってたのか、いろんなアイスとかパンとかいろいろその子にあげてました。それがなんか微笑ましかったです。機内はかなり乾燥するので、必ずこのスキンケアの試供品をフライトには持って行って肌を保湿させてあげます。シンガポールエアラインしか私はほぼ乗ったことがないんで、世界一のエアラインだってすごく贅沢なことに知らなかったんですね、子供の頃は。このサービスが普通だと思って小さめなエアラインとか国内線とかに初めて乗った時は、何々出ないの、飲み物無料じゃないのと驚いた記憶があります。贅沢やん。こちらは在宅勤務のある1日密着です。ひたすら編集していって、飛行機では1本半できるかできないかぐらいです。待ったりするし。そこでやっと編集は終わったので書き出しに進みます。書き出している間に、そしてバトンを渡されたの続きを見ています。見たかった映画をやっと見ることができて嬉しいです。日本経由だと日本の映画もあるからめっちゃ嬉しい。機内は真っ暗です。私もそろそろ寝てロサンゼルスタイムに体内時計を調節するかと思い寝るところです。映画を一回止めます。そして寝ます。おやすみ。おはようございます。2時間ほど寝て気づいたら明るくなってました。全然眠れなかったです。前は7時間とか8時間ぶっ倒して寝れたんですけど、朝離陸だったからかまだ起きてますね。ただお腹は空いているので、次は3度目の食事。どんだけ食べるんだよ。五目ご飯の、とりあえずマスク外せるから食事中はそれが唯一の開放的な瞬間です。ただしこの五目ご飯正直言って微妙でした。ご飯系はちょっと危ないかもしれない。なんか硬かったですでもご飯が出てきてくれたのには感謝しつつ完食しました。次はサムネの編集タイムに取り掛かります。ご飯はあの時にネットで全部決めたじゃないですか。だからか周りのみんなより私だけいつも一番にご飯が来て、隣の人とかなんであなただけこんな早いのってびっくりしたリアクションしてました。マスク越しに
超気まずいけど予約しておくとメニューのバリエーションも豊富で先に出てくるから便利です。そしてロサンゼルス到着まで残り1分となりました。大変長い旅でしたが皆様お疲れ様でした。隣の方も優しいおじさまで大変助かりました。というわけで Let's go to LA。 着きました。何年ぶりだろうロス。ワクチンパスポートと陰性証明書はちらっと見せただけで大丈夫でした。早っ。スティングリッシュじゃないのが慣れないみんなすごい綺麗なアメリカンイングリッシュだわ。やっとタクシーに乗りました。なんかタクシー乗り場まで移動が結構必要でシャトルバスで乗るはずだったんですけど、それ知らなくていろんな人に聞いて乗せてもらってで乗せてもらったけど荷物が重すぎていろんな人にまた手伝ってもらいました。やっぱり英語できるって本当大事だわ。というわけで今はタクシー無事乗りホテルに向かいます。熊がすごい。そして家の鍵も取りに行かなきゃいけないし1ヶ月分の家賃も払わなきゃいけないからちょうどダバダです。